All right, just waiting for like the Twitch stream to go up. Anyway, welcome back to my stream, and we're gonna be continuing where we left off last night in Iwaihime. We started a new route. It's not actually a route; it's a chapter because this game plays linearly. So it's like it's like one of those sound novels that you go to each person and have their own personal problem, and we deal with it. Anyway, let's continue. Okay, this is where I stopped last night. Yeah, there we go. ほら、先日会いましたよね。あったあった。まああの時は声をかけてくれてありがとね。To be fair, she really had a fucked up like nightmare situation. んで先生、まさか部員は俺たち込みで4人だけっすか？あと2人いるわよ。もちろんその2人も素敵な美少女なんだから。Very nice. 今にも潰れそうなくらいの少人数じゃないっすか。そもそもシャチホコ部なんて部活の部員募集見た？シャチホコ部は雛形先生のお眼鏡にかなった人しか入れないそうだから。そう、私のスカウトがないと入れないエリートクラブなんだから。まあタマユンのお気に入りだけを集めたわがまま部みたいなもんだよね。タマユン？雛形先生のフルネームが雛形タマユだから。雛形まゆでタマユン。なんだか面白いあだ名だね。紹介するね。シャチホコ部の部長の見延かなえ先輩。I like how Kanae is the president. おっす、おいら見延。部長とか呼ばないでね。なんかめんどくさい気持ちになるから。先輩だったのか。ちっちゃいから後輩かと思ってたぜ。おいらは発育不良児だからさ、背とかちっとも伸びないのよ。ま、先輩面するつもりなんか全然ないから、君たちも気楽にやってちょー。はい、見延先輩。って俺たち入部するってまだ決めたわけじゃないっすよ。シャチホコ部で奉仕活動とかしてたら進学や就職の時に面接で有利になると思うわよ。 Quite a tempting offer. Why? それだけじゃない。地域への貢献は徳を積むことにもなるの。豊かな人間性や魂を育み、心も清らかになってとても素敵なんだから。自分はいいことしてるんだっていう気持ちすっごくいいよね。ハートもハッピーになってエブリバディスマイルになるよ。 I can't take this level of Japlish, man. Smiley. Everybody smiley. キコちゃんはシャチホコ部が気に Oh 入 my ってるみたい god. だね。This current century's slangs. I cannot take it. まあ雛形先生と見延先輩の雰囲気がアットホームな感じでそこが好きなの。 At home. She's using a lot of Japlish. But so few of them, they were less of a club and more of a group of friends. No, a family. That cozy atmosphere probably suited Kiko and Minobe well. 体験入部からで全然 OK なのよ。今度の日曜日の奉仕活動にもよかったら参加してみない？良い行いをすると感じられるすがすがしい気持ち。はい。俺 Oops. 日曜は I thought that was the 熱い end ラ of イバル the たちのデュエ conversation. ルがあるんすけど。僕は大丈夫なんで参加してみたいです。ススハラ参加するのかよ。 So he's gonna say, I'm gonna join. Because the cool guy is joining. 親善武術を奉納する者は常日頃から良い行いを心がけなければいけないって言われてきたから。自主練では技を磨くことしかできないけど、シャチホコ部でなら心を磨くことができそうな気がするんだ。素晴らしいわ。そうそう、心を磨き徳を積むなら社会地域奉仕貢献部を除いて他にはないわ。 You gave her excuses. すずむくんだっけ？すずむもものづ
先輩だってこの部が気に入ってるから在籍してるんじゃないですか。まあオイラは学校の奉仕活動の空気が合わないのも大きいけどね。 At Suzu High, volunteer work was mandatory for credits. More specifically, you had to participate in 10 volunteer activities that the school would arrange each year. Since so many participated, it didn't feel different from any other class. Minobe vastly preferred the coziness of the LCSC to that rigid atmosphere. This club was centered around volunteer activities, so by joining it, you were exempted from the school's own. There were several clubs that gave exemptions, but they were all sports clubs aiming for tournaments. That meant the LCSC was the only non-sports club with that exemption. そう言われりゃ確かに悪くねえかもしれねえな。学校の奉仕活動はまるで捕虜収容所の強制労働みたいな気分になるからな。ひどい例えだな。そうそう、おっかない先生に見張られながらの強制労働。オイラもあの雰囲気大嫌いだよ。でもそんな先輩もシャチホコ部でなら楽しく奉仕活動ができるわけ。面倒くさがり屋の見延さんが幽霊部員にならずにこうして顔を出してくれるんだもの。先生嬉しいわ。シャチホコ部を気に入ってくれて本当に嬉しい。縁ってあるかもしれないね。あの日偶然に声をかけた人がシャチホコ部の先輩だったんだから。運命の出会いだったりしてね。 You're trying to jinx things, aren't you? でもオイラ、運命の人はアラブの石油王ってもう決めてるから、あしからず。I Neil. That dream. Oh my god, that dream. That dream. Oh my god. 見延先輩って面白い人でしょ。いつも面白い話をしてくれるんだよ。If you get married to such a person, you can fund a Tekken anime. オイラは面白い Which someone actually tried. An actual oil prince tried or something. I mean, rumors about Michiko Tensei being funded by oil prince is also there, so. まああくまでも体験入部だしな。そうそう、グレートススハラ君は体験してみたいって言ってるんだもの。親友の敦太君、これは一緒に参加しないわけにはいかないでしょ。グレートススハラと奉仕活動、磨かれる魂、育まれる絆、やがて君はグレート敦太に生まれ変わる。不女子狂乱で君はモテモテ。 I like Hinagata sensei. 違うぜ。俺は己を磨くための修行にちょうどいいと思っただけだぜ。今度の日曜日の活動一緒に行ってみようよ。僕も夏くんが一緒ならきっと楽しいだろうって思うよ。仕方ねえ。奉仕活動とやらを通してススハラのグレートな側面を観察して修行させてもらうぜ。決まりね。じゃあこれから日曜日の活動について説明するわよ。スズムが同じ部活に入ってくれるなんてすっごい小さなだけどハッピーハッピー。僕もキコちゃんが一緒なら嬉しいよ。よろしくね。ところであと2人の美少女ってのは。あ、いや今日来てない部員ってのはどんなやつかなって思って。それは僕も気になるな。日曜日に来るなら挨拶できるかな。さあどうかな。布川さんは忙しい人だし、黒上さんは気まぐれな人だし。黒髪さん？ Oh. Wait a second. Was the entire event of the previous chapter a dream? I have no idea what that was. そう、うちのクラスの。 The music stops. Toe Kurakami, a mysterious girl who was completely ignored by the entire school. She never spoke to anyone, nor would she even look them in the eye. Today, she got to class capriciously, only to leave on a whim and never come back, just like always.
Even if the teachers noticed, they didn't say anything. And by this point, her classmates had nothing but bad rumors to spread about her. I admit I was curious about her once or twice. But then, Kiko warned me not to get close to her. If Kurakami wanted to make friends but was being ignored by the others, then I'd want to help her. But she loved her solitude, and no one wanted to talk to her. In that case, neither of us had any reason to get mixed up with one another. However, when I heard her name, I felt a twinge of pain in my heart for some reason. But just like the girl I talked to yesterday happened to be the president of the LCSC, fate seemed to work in mysterious ways. Kurakami happened to be in LCSC as well. Surely destiny had played a hand in that, but she wasn't here today. Maybe that was God's way of saying we weren't ready to meet yet. There was some sort of fate binding Kurakami and I. Then we'd probably meet eventually. 黒髪さんのこと気になるの？気になります。うん。なぜか一目見た時から気になって。男子はああいう黒髪ロン毛のストレートが本当に大好きだよね。You mean the Yamato Nadeshiko type? Hell yeah, boy. ズズムも好きなら私も髪型変えちゃおうかな。 What did she mean by this? 僕はキコちゃんの髪型大好きだよ。ありがとう。ヒュー、スズムはなかなかの女殺しだね。こりゃあとんでもない大型新人の登場だよ。では日曜日は8時半に集合ね。遅れないでよ。There wasn't a cloud in the sky on Sunday. Almost like the weather itself was blessing my first foray into community service. We were standing in front of Suzuda Station. Though I'd gone to the station several times before, this was my first time coming for a reason other than traveling. おー、来た来た。やっぱ男子がいるとシャチホコ部も立派な感じになるね。It's just like a Japanese thing with like they still have to wear their uniform, but okay, it's a school activity. おはようございます先輩。こういうこと初めてなんでちょっと緊張してます。緊張なんかしないよ。ただだらーっとだるいだけ。でも募金活動なんて俺やったことないぜ。黒髪さんは欠席かな。布川さんは仕事で忙しいと連絡がありました。仕事。仕事で忙しい。ススポってバイト禁止じゃなかったっけ？ Well, it isn't a part-time job. リリアンはご多忙な人だから。まあそのうちラッキーだったら会えるよ。はい。ではまずは駅長さんに挨拶に行くわよ。Today we were holding a fundraiser in front of Suzuda Station. We introduced ourselves to the station master, then took the collection boxes, billboards, and banners out of the storefront. シャチホコ部も人数が増えましたので、今日は二手に分かれて活動するわよ。普段は私と先輩の2人くらいしかいないからね。人数が多いのはいいことだよ。では南口と北口の二手に分かれて募金をしましょう。二手に分かれるなら募金額で勝負してよな。 I like that. そしたら俺たちのグレートな稼ぎでビビらせてやろうぜ。あー、タマ。スズム、こっち来て。そう。で、キコッチーはそっち行って。そう。 Wait a break. Oh, what are you doing? Kiki must have named her Kiko for. Kiki must have nicknamed her for Kiko. How cute. As per Minobe's instructions, we were split into male-female pairs. I was with Minobe, while Natsu was with Kiko. やっぱり男女ペアの方が彩りがあっていいわよね。先輩、よろしくお願いします。まあ
まったり行こよーし、じゃああつたくん、私たちもファイトだよ。ファイトファイト。おう、やったるぜ。勝負だぜスサラ。受けて立つよ。お互い頑張ろう。う。んじゃ負けた方はジュース1本おごるとかどう？いいっすね。そうじゃなきゃ燃えてこねえぜ。でも南口と北口で勝負になるかな。ふんふん。キコチ、それはいいことに気づいたね。Excuse me. The south side of the station, where we are now, was by far the busier one. Whoever took this side would have a decisive advantage. つまり南口を制した方がデュエルを制するってわけだな。じゃんけんで決める？このじゃんけんに負けたらバットだね。募金勝負ってよりじゃんけん勝負も同然ってことかな。The winner would take the south entrance, while the loser would be stuck with the north entrance. It really was no better than rock, paper, scissors competition over drinks. ふんふん。それじゃあ確かにちょいと面白くないね。いいよ。キコチーとナッチーは南口にしたらいい。おっしゃー。 Confident, huh? もらったぜ。 Confident. いいんですか先輩。いいっていいって。仮にもオイラは部長だからね。Uh-huh. その程度のハンデがないと面白くないっしょ。 You are so confident, Kanai. I am so... I have no idea. Let's see. さすがは部長ですね。懐が深いです。でも北口でも頑張ればきっと勝負になると思います。よくぞ言ったぜ。だがグレイトな男だからな。俺は侮らないぜ。ならお昼に南と北を交代にするとか。Really そんな now, 気 Kiko? 遣いいらないって。北口でも勝てちゃうってこと、オイラとスズムンで証明してみせるって。じゃあそれぞれ頑張りましょう。お天気がいいから熱中症に気をつけて。適宜持参の水筒で水分補給してね。生徒が熱中症、死亡、問われる責任、懲戒免職、死、そんなの嫌。 I really like Hinagata's way of speech. There's those arrow things. じゃあ募金勝負開始。さあスズムン、行こう行こう。上り旗と看板持ってくれる？あつたくん、私たちも頑張ろう。おうセサラ、やってやろうぜ。でもって私たちの奉仕活動が新聞の取材を受けちゃったりして。素晴らしきシャチ運ぶ顧問は美人教師、テレビなんかに出ちゃったりして。いやー、着ていく服がないわ。Miss Hinagata wriggled around with an embarrassed look on her face. Minobu and Kiko were making their way into their positions as though they'd been through this a million times before. Determined to do our best, Atsuta and I parted ways, then met with our respective teammates. じゃあ上り旗を組み立てようかね。わかる？こんな感じですか？上出来上出来。 The banner fluttered in the wind, reading "Aid to children orphaned in car accidents." Child accidents. Car accidents. Essentially, we were helping children who lost their parents in car accidents. The money from this fundraiser would be used to financially support them. 今日まで健やかに過ごせたのは両親のおかげだし、それをよく噛みしめて感謝しながら頑張りたいな。交通事故に限らず、いろんな理由で親がいなくなる子供がいるよ。そのいずれも子供側からしたらちょっとした不運の問題。両親に感謝できるってこと自体、幸運にたくさん恵まれてたと自覚するべきだろうね。はい、先輩、その通りだと思います。 At a first glance, Minobu seemed a bit too carefree for her own good. But that was all on the surface. She was in fact a good, considerate person. It was so generous of her to give Kiko and Natsu such a huge advantage like that.
Maybe we'd end up losing this competition, but it would be all worth it just to see this side of Minobe. 何を勘違いしてんのスズムーン。何のことですか？この勝負ジュースをかけてんだよ。ペットボトルだったら160円もする大金勝負。9本入りスティックパンが100均で買えて、さらに60円も余る大金。スティックパンが9本あれば朝食とお昼が両方賄えちゃうんだよ。よくわかんないけど、すみません。オイラはね、勝ちを譲ったつもりもハンデを背負った気も全くないわけ。勝てると思ったからこの北口を選んだのだよ。この北口で勝てるですか？ The north entrance was a bit of a ghost town compared to the south. Sure, there were still people, but it wasn't nearly as busy. If fundraising was fishing, then we had cast our lines in a place with few fish, and that didn't seem wise. But Minobe was saying such matters were trivial. Right. This wasn't fishing. We were up against humans, and this was the fundraiser meant to appeal to their consciousness. If we gave it everything we had, then we'd touch their hearts and get them to donate. ということですね。さすが先輩です。尊敬しました。よーし、となったら精一杯張り切ってBut just as I was about to ask for donations, Minobe held her hand out. スズム、まあまあ、ここはオイラに任せて。今は伏せて待つといい。頃合いまでしばし待つのだよ。わかりました。But there was a trick to winning, and she chose in the north entrance because of it. That, what could it be? Whatever it was, I would just leave it to Minobe. 頃合いっていつまで待てばいいんですか？ That's a big question. Not that 焦 thought. るな若者よ。もうじきなのだ。もうじき。そういえば少し人が増えたような。そろそろサークル入場時間だからね。今なんて言いました？すすだ勤労会館へお越しのお客様、こちらの路地からまっすぐですよ。 Minobe's shouts caught the attention of young girls coming out of the north entrance. A group of 3 girls rolling suitcases along gave a small bow and thanked her. Moments later, several more young people dragging suitcases and carts came out of the north entrance one after another. It didn't seem they were Susuda residents. They all passed by and thanked Minobe for showing them the way. すすだ勤労会館へお越しの皆様、お釣りの準備は十分でしょうか。開幕ダッシュで万札を出す御仁が何人も連続したらすぐにお釣りが切れちゃいますよ。お釣りのトラブルで列が伸びちゃったりしたら準備会に目をつけられないとも限りません。楽しいサークル活動のためにもぜひお釣りをちゃんと用意しておきましょう。何のお話ですか？いいからいいから、すずのは黙って見ておればいいのだ。この辺にコンビニってありますか？勤労会館に行く途中にはありませんよ。お買い物は駅構内の売店でどうぞ。でも両替目的のお買い物にはご注意を。そう、どうしよう。そういえば私お釣りの用意忘れてた。この辺り両替のできる場所ありませんか？日曜日だしね。すすだには全然そういうのはないですね。ですがご安心を。こんなこともあろうかとサークル様専用のお釣りセットをご用意。ほんのちょっぴりの善意のご寄付をいただくだけで1000円札から500円玉、100円玉までいろいろと取り揃えておりますよ。
Minobe opened the bag on her shoulder, revealing multiple bank envelopes. They were neatly sorted into 1,000 yen bills, 500 yen coins, and 100 yen coins. じゃあ寄付しますんで両替お願いします。この人両替してくれるって。ああ、私もちょっとお願いしようかな。 We had a crowd of young men and women lining up before I could even process what was happening. Everyone generously tossed us 100 yen coins. 10 coins were generally the standard for fundraisers, meaning that just one of them was worth 10 ordinary people. In other words, we might as well have dozens of donators lining up. 先輩、両替商みたいですね。今日この人たちが来ることを知っていて、あらかじめ用意をしてたんですか？人数が増えたから二手に分かれて募金しようってなるのは夢めていたのだ。熱血感のバトル好きなナッチーの性格もすでに計算済みさ。 Natty was probably Natsu's nickname. Minobe sure had a knack for those. 北口と南口に分かれて勝負だと言えば絶対に乗ってくると思ったのだよ。それで今日勤労会館で何かあることを調べて、その人たちが両替を望んでいることを事前に知って。ジュース代がかかっておる。おいらは160円のためならそのくらいは朝飯前なのだ。 And no wonder she didn't want to switch. This is part of her plan. I didn't know whether to say she was well prepared or just plain stingy. But I mean, considering she thought 160 yen was a lot of money. はーい、一般入場の皆さん、こんにちは。ですが、両替のために1万円札でのお買い物はやめましょう。ご近所迷惑になりますよ。近所迷惑になれば会場がイベントに貸してくれなくなってしまいますよ。 I like how Kanai is reasoning this. 1万円札を出されたらサークルさんも大弱り。好きなサークルに迷惑をかけちゃうのです。皆さんの楽しいイベントを守るために徹夜や迷惑両替などはやめましょう。 What kind of event is this? ああ、両替お願いします。募金しますから1000円札お願いします。何の行列？スタッフの人？無関係みたい。両替するなら募金してほしいんだって。募金無視して次のイベント落選したりとかしたら怖いから入れてこ。 Sanai is good at this. Well, no wonder he is president of the LCSC. Anyway, we were rounding up a massive crowd. I didn't feel like this was a proper fundraiser. How a proper fundraiser was conducted, but it wasn't like we were tricking them or anything. Minobe just happened to bring along some change, and these people just happened to want it. They were actually doing it out of the goodness of their hearts. Yeah, that was all. Apparently, she'd known ahead of time that there would be some kind of event nearby where a lot of young people would also show up. And since she knew there'll be lots of people going through the north entrance today, she also knew they'd want change. 募金っていうのはただ立って呼びかけをすればいいだけだと思ってました。でもそれ以上に周到な準備がいるってことですね。勉強になりました。そりゃよかったね。あ、そっちの封筒から100円玉を5枚よろしくね。でもこんなに若い人たちが大勢来るようなどんなイベントがあるんでしょうね。艦砲射撃よーいドン。知らない？いえ。まあそのイベント目当てに今日大勢がこのスーパー北口さんにやってきてるわけよ。はあ、93式酸素魚雷満載で重いわ。よくわかんないけど今日はすっごく勉強になりました。 As soon as noon approached, the crowds died down and the north entrance went back to its normal peace and quiet. People sure are strange creatures. If they see a crowd, they'd join right in. Thanks to that large crowd of people going to the bombardment event, even people who weren't stopped by the
Wait, what? As a result, the now deserted north entrance had netted us enough donations to weigh down our collection boxes. All thanks to Minobe's scrupulous preparations. Though I was a bit of surprise at just how much money she brought along for the exchanges. オイラは自分の全財産を常に持ち歩いているのだよ。いつ冒険が始まるかわからないからね。 What the hell is Kana? 冒険はね、カレンダーに予定を記す旅行なんかとは違うのだよ。ある日突然、未知なる国へ冒険に行かなければならなくなるものなのさ。I mean, she dreams to, 先輩っていろいろと用意周到なんですね。でも今日お釣りで多分何万円かは使いましたよね。先輩って結構お金持ちですね。お金持ち？ Minobe cracked with a surprise as if to say, "Don't be ridiculous." オイラは逆なの。超貧乏だから日頃からずっとお金を貯め続けてるわけ。いつ冒険が始まるかわからないからですね。そういうわけ。お金だけじゃないよ。ナイフもランプもカバンに詰め込んでるのだ。 Wait, why would you need that? Minobe opened her bag, revealing various tools to take camping and such. 先輩の冒険カバンなんですね。そう。オイラはこう見えて冒険のお姫様。不思議の国のエリスさんだからね。不思議の国のアリスじゃなくて？そうそう。オイラの名前カナエだから。だから絵を撮ってエリスさん。僕がスズムンだからてっきり先輩はミノベンかカナチーだとばかり。お姫様の名前は下々とは少々命名規則が違うのだよ。Mm-hmm. じゃあこれからはエリス先輩って呼びます。 Elisu senpai. ああ、ダメダメ。それは向こうの世界での呼び名なの。その名で呼んだらスズムンも向こうの世界に呼び寄せられちゃうよ。向こうの世界って？胡蝶の夢って知ってる？自分が蝶の夢を見たのか、それとも蝶が自分という夢を見ているのかって話ですよね。 Well, this is interesting. そしてそれはどちらも正しいし確かめる術もない。ならばどちらが夢で現実かなどわざわざ考えることは馬鹿らしいというような話だったと思います。そうそう。どちらが夢かどちらが現実かなんて誰にもわかんないんだって。なら人は誰しも2つの現実で生きてるってことになるわけ。そうですね。夢と現実の区別がないならそれはどちらも現実ということになります。そういうこと。つまりここの現実ではオイラは美濃部かなえ3年生シャチホコ部の部長で、向こうの現実でのオイラはエリス美濃部県王国のお姫様なの。美濃部県って？ It took me a second to get it. Akanae as in arcane, but with her name instead. She must have come up with the name of the fictional Arcanae, Minobe Kingdom, based on that. Minobe really was funny. She was admirable and humorous all in one. She regaled me with the stories of her adventures in the kingdom of her dreams. From my point of view, she was telling me about things she'd imagined, but she saw it as a bona fide other world. So to her, these were adventures she'd really gone on. Though these stories were based off Alice in Wonderland, they were very creative, unique, and absurd. I could listen to them forever. まあオイラはお姫様だから王国を外敵から守らなきゃならない時もあるわけさ。それで最近はセチュの王様とかいうのがしつこくてね。セチュという国の王様ですか？あー、ちょっと違う。セチュっていうチェスのイカれたみたいのがあるんだよ。そのセチュというゲームに強い王様ってことですね。そうそう。んでセチュでオイラに勝負を挑んでくるわけ。オイラはそんなゲームには興味ないんだけどね。付き合わないと暴れるめんどくさいやつでさ。その上負けたら家族に加われとか
冗談じゃないっつうの。まあ遊んでやれば機嫌を良くしていろいろとくれたりもするんだけどね。でも先輩の望まないゲームですよね。じゃあやっぱり悪いやつです。僕がその場にいたら帰ってくださいってきっぱりと言うのに。スズムンは優しいな。そうですか。嫌なことや悪いことには毅然と対応すべきだと言われてきたので。誰に？お父さんです。しつけには厳しい人なんで。そっか、厳しいけどきっといいお父さんなんだね。 I do have a feeling she has family issues. スズムンがこんなにいい子なんだから間違いないよ。僕はそのいい子を目指して修行中のまだ普通の子です。なるほどね。ナッチーが君のことをグレートって呼ぶのちょっとわかるわ。私の不思議の国の話をこんなに真面目に聞いてくれて、その上こんなに真剣に相槌を打ってくれたの君が初めてだよ。Minobe smiled. Though she was always smiling, it was the first time I'd seen her smile like that. Oh, wow. 仮に夢の話だとしても先輩の不思議の国の話はとても面白いです。夢日記って言うんでしたっけ。そんな感じで日々記してまとめたら面白い気がします。ああ、夢日記は縁起が悪いからとかなんとかで母にはダメって言われてたんだけどね。I think I had a friend who did that, but suffered from paralysis demon or something. オイラにとっては夢じゃない、もう一つの現実なんだから。だからほら。 Minobe took a well-used notebook out of her bag. The cover read, Alice's Adventures in Wonderland. どんなことが書いてあるんですか。見たいな。絶対に嫌だよ。恥ずかしい。 Minobe put the notebook back in her bag, but a bashful smile played on her lips. そのセチュの王様とかいうやつ、見事に撃退できた話を聞くの楽しみにしてますね。そうだね。オイラもそれを期待してるよ。まあオイラは駒出し係で勝負はウサギさん次第なんだけどね。その駒出し係というのは何なんですか。先輩の話の中でセチュに関わる役みたいな感じで何度か出てきたんですけど。まあいろいろあるわけよ。口じゃうまく説明できない。 Not like I could tell him. Ripping out your own body parts to create new pieces wasn't exactly something you wanted to talk about. エリス、大丈夫？ We're back. よかった。腕も指も生えてきたよ。歯も目玉も生えてきた。 I like her body parts grew back. まあオイラは無敵の不死身だからね。 It seemed I'd lost consciousness from having my body rip apart. Guess I shouldn't have been surprised. Anyone would faint after having something that messed up happen to them. おや、お目覚めですか。おはようモーニングですよ、エリス姫。 Ohio morning? What the fuck? いい夢は見られましたですか。こっちが夢だったらどんなにか良かったかね。 But this was also reality. This how it's made. Wait, I'll be right back.
I think I'm feeling a bit tired. Maybe I should end stream now. I could always like get to start a little later. Maybe an hour or two from now. I don't know. Anyway, I think I'll see you guys on the next stream. Yeah, ciao.